Hace un par de meses viajamos a México para regalarle croquetas a refugios de perritos. Y como viajamos juntos, Hinata tuvo la oportunidad de conocer México. ¿Te gustó? Sí, mucho. Así que el día de hoy mi esposa nos va a platicar 15 cosas que le gustaron de México. Yo ya estoy emocionado de saber qué son. No me quiso decir para grabar este video y que sea sorpresa. Y antes de comenzar el video solo quiero decirles que como estamos en verano y estamos en una montaña, el sonido de las cigarras es increíble. Para los japoneses es un sonido muy nostálgico, pero yo como mexicano siento que tengo el bicho aquí en la oreja. No sé, se siente raro. Así que sin más ni menos, vamos a comenzar. Vamos a darle. メキシコの好きなところその1、気候帯がすごい豊富なところ。日本には4つの季節があるから、今の季節とか次の季節がすごく楽しみに過ごせるっていうところは魅力的。でもメキシコの場合は国内を移動しちゃえば、例えば1週間とかだけでいろんな自然、いろんな景色、いろんな気候、食べ物を楽しめるからすごくお得だと思う。日本では見たことないような組み合わせがメキシコにはたくさんあるよね。例えばビールに唐辛子とかモレとかチョコレートを料理にするなんてすっごいびっくりした。例えばヤミルのいとこの家に行った時にメチェラダを作ってもらったんだけど、本当に美味しくて本当にびっくりした。日本で買ったら数千円とか数万円ぐらいする植物がメキシコの山にわんさか生えてるところを見た時は本当にびっくりした。日本に売られてるものと全く一緒な種類なのかはわからないんだけど、でも見た目はすっごく似てるし、日本ではおしゃれな植物として売られてるからすっごい羨ましい。正直それを見た時に、今私は本当にメキシコにいるんだなって一番実感した。とにかく野菜と果物が安いこと。ヤミルも YouTube で日本の果物が高いっていうことは結構何度か言ってると思うんだけど、果物だけじゃなくってメキシコと比較するとやっぱり野菜も高いと思う。例えばうちの近くのスーパーでトマト1玉で150円前後するんだよね。で、私アステカスープが大好きでたまに作るんだけど、トマトを大量に使うよね。だからたまにしか作れなくって、野菜も安いメキシコは本当に羨ましい。あとピコデガヨも簡単なサルサだなって思うからたまに作るんだけど、それもやっぱり高級品になっちゃって特別な日にしか作れない。ちなみに彼女のピコデガヨとアステカスープがめちゃくちゃ美味しい。もうびっくりするよ。本場の味以上美味しい。アステカスープはヤミルのママ、ピコデガヨはヤミルのいとこの料理を参考にしてます。これは私が行ったことのあるメキシコに限られちゃうんだけど、空気が乾燥していること。ヤミルの地元のチワワ州と日本を比較すると、日本って一年中湿度がすごい高いんだよね。だからすぐにお風呂にカビが生えちゃうし、虫もすごい多いと思う。特に私ゴキブリがすごく苦手なんだけど、日本やっぱりすごく多いんだよね。で、チワワ州では私まだ見たことがないからすごい羨ましい。毎年私日本では怯えながら夏を過ごさないといけないから、もしかしたら将来はメキシコに引っ越すべきなのかもしれない。アシエンダにめちゃくちゃ憧れる。本物は私まだ見たことがないんだけど、よくピンタレストでアシエンダとかカサメヒカナとかよく検索して、いいなーって。特にパティオがすっごいいいよね。サボテンとか多肉植物とか、外にも多分あれってリビングがあるんだよね。で、あとプールとかもあったり、たまに噴水とかもあるかな。日本の伝統的な建物とは全然違って本当に素敵だなって思う。一度でいいから泊まってみたいなってずっと思ってる。あとメキシコはアシエンダとか大きな家だけじゃなくって、普通の民家もすっごい可愛いなって思う。レンガとかだと思うんだけど、デコボコした壁にピンク、ロサメヒカノとかターコイズとか水色のペンキが塗ってあって、あとよく見るのが太陽とか月のデコレーションがかかっているの。すごい可愛いよね。私はまだゲットできてないんだけど、ヤミルのおばあちゃん家にもヤミルの実家にもその太陽と月がかかってるんだけど、あれって何なんだろう。みんな持ってるものなのかな。持ってる人がいたらコメント欄でぜひ教えてください。これは完全に私の好みの話なんだけど、メキシコのチワワが可愛すぎる。
私の感覚なんだけど、日本でチワワって言えば小型犬、室内犬の代表的な犬種だと思うんだよね。だからよくすごいふわふわの毛の長いチワワがお姫様とか王子様みたいに家の中ですごい大切に飼われてるんだよね。でもメキシコでは違った。もしかしたら骨格とかも違うのかもしれないんだけど、とにかく見た目がすっごいたくましそうで本当に可愛い。あと見た目だけじゃなくってチワワが一人だけで道を勝手に散歩してるのを見た時は本当にびっくりした。パステルデトレスレチェスめっちゃ美味しいよね。私日本では見たことも食べたこともなかったんだけど、初めてメキシコで食べた時めちゃくちゃ感動した。たまに自分でも日本で作るんだけど、日本でぜひ流行ってほしいなってすごい思ってる。あとこれはパステルデトレスレチェスの思い出話なんだけど、メキシコでは誕生日に必ずパステルデトレスレチェスをヤミルは食べてたんだって。だから食べたことも見たこともなかったケーキだけど、私が試しにネットでいろいろ調べてパステルデトレスレチェスをヤミルに作ってあげたら、ヤミルが嬉しすぎてめっちゃ美味しいって言って泣きながら食べてためちゃくちゃ美味しかった。雄大な自然を楽しめる。例えばヤミルの実家から車を走らせるだけで Windows の待ち受けに出てくるようなものすごい綺麗な感動的な景色がたくさんある。日本の国土はほぼ山で、メキシコみたいにものすごい広い土地ってあんまりないんだよね。だから景色の規模というか種類が全然違うんだよね。そんでその雄大な自然の中でご飯を食べるのがめっちゃ楽しい。ディアデカンポ。日本でキャンプとかアウトドアご飯っていうとどうしてもキャンプ場をイメージしちゃうんだけど、メキシコでは違った。他に人は全然いない峡谷みたいなところでトロッカの荷台にテカテたくさん積んで、その場でいろいろ料理してトルティーヤで食べる。私の知り合いの日本人たちは結構キャンプっていうとギアをいろいろ揃えて、それもキャンプの一つの楽しみみたいになってるんだけど、メキシコのやり方は全然違くてもっとカジュアルだと思う。そもそも人数分の椅子なんてなかったし、テーブルもなかったし、とにかく美味しいご飯を食べながらお話を楽しむっていうのがメインだった気がする。日本のやり方もメキシコのやり方も私はどっちも好きなんだけど、個人的に私はメキシコのそういうカジュアルな楽しみ方の方が好きだった。またやりたいなって思う。次、工芸品が楽しいこと。私とヤミルがプエブラに行った時にタラベラっていう伝統工芸品、このお皿を買ったんだけど、柄もすごく可愛いし、私昔から青色が大好きなんだけど、この青もすごい素敵な青だし、絵の線もね結構ラフな感じなんだよね。日常使いすごいしやすいし、このお皿に料理を乗せると何でもすごい美味しそうに見えると思うんだよね。あとオアハカのメルカドに行った時にアレブリーヘもすごい見てて楽しいなって思って、全部ハンドメイドで全部違う種類で、こんだけあったらアドとレフのアレブリーヘも絶対にあるなって思ってしばらく探してたんだけど、あった。紫がアドでピンクがレフなんだけど、これ買った時からずっと玄関に飾ってる。すごい可愛いよね。これこそやっぱりカラフルで日本では全然見ないようなテイストだね。他にもおすすめだったり自慢の工芸品、メキシコの工芸品があったらぜひコメント欄で教えてください。次メキシコに行った時にぜひ行ってみたい。車がボロボロになるまで乗り続けてるのがいいと思う。街でたくさんボロボロの車を見かけたんだけど、実は私の車もいくつも擦り傷あって、一つはもうちょっと錆びちゃってるところもある。でも私はわざわざ直すのもめんどくさいし、いいじゃんこれぐらいって思っちゃうんだよね。だから多少傷があっても目立たない車社会っていいなーって思う。もちろん人にもよると思うんだけど、例えば私の親とかは車に例えばこのぐらいのかすり傷とかへこみとかできちゃうと、やっちゃったどうしようって毎回言うから、私はそれが普通だって思って育ったんだけど、メキシコに行ってかすり傷もへこみもいいじゃんほっとけばっていうことに気づいて、今すっごい人生が楽になった。あと実際この間少しこのぐらいの大きさの傷、へこみかなができちゃって、私のせいでね。でも助手席に座ってたヤミルに何にも言われなかったのはすごいびっくりしたライムが小さくて使いやすい。
日本のスーパーでよく売ってるライムってレモンみたいに大きいんだよね。ただ1回でライムそんなに大量に使わないから結構余っちゃって不便なことが多い。だからメキシコの小さいライム羨ましい。ただメキシコ人が何にでも本当にライムを使うっていうのは本当にびっくりした。例えば一番びっくりしたのはポテトチップスにライムとサルサをかけること。ポテトチップスってパリパリだから美味しいのにあえてそれに液体をかけるってすごい斬新でびっくりした。初めは結構抵抗あったんだけどヤミルのをちょっともらったら美味しくって今は自分でたまにかけてる。次、家族だけじゃなくって親戚との心の距離も近いこと。例が2つあるんだけど、まず1つ目、ヤミルのお父さんとお母さんが親戚中から少しずつお金を借りてたんだって。でそれをヤミルの留学費用に充てたって聞いた。正直私にとってお金を借りるって結構大きなことだと思うんだけど、でもヤミルの親戚はそれぞれちゃんと信頼関係もあるし仲もすっごいいいからそういうことができるんだなって思った。私はまだメキシコには2回しか行ったことがないし、ヤミルの親戚とも2回しか会ったことがないんだけど、それでも親戚って言っても少し遠い親戚なんだけど、でもそういう人たちも私に対してすごくフレンドリーだし、私のこと本当に大切にしてくれてるんだなってすごい感じるんだよね。あの絆の深さは簡単には真似ができない。すごいなってたびたび思う。次、毎回勝手に誕生日パーティーが始まっちゃうほど誕生日を大切にすること。これはもちろんヤミルの親戚とか家族のことしか知らないんだけど、この日にパーティーするよってみんなに言ってないのに自然とその人の誕生日の日になると親戚中のみんながその人の家に集まって誕生日パーティーがいつも始まってるんだって。しかも私のびっくりポイントとしては、大人になってもそれがずっと行われること。私の周りの日本人ではそんなに毎年必ずお祝いするって大体子供だけなんじゃないかなって思う。特にみんなでお祝いする、家族だけじゃなくって親戚も集まってお祝いするっていうことは大人は多分あんまりないんじゃないかなって思う。次、トルティーヤが最高の主食っていうこと。お米って準備するまで最低1時間2時間ぐらい炊飯器で炊くのに時間がかかるんだけど、でもトルティーヤはフライパンでちょっとだけ温めるだけですぐに食べられるじゃん。食べたいなって思った時にすぐに食べられるっていうのがすごい羨ましい。それからいろんな料理になるっていうのも面白いと思う。例えばエンチラーダス、チラキレス、タコスブリトー、あとソパーステカとか、あのトウモロコシの香りも私すごい大好き。美味しいよね。これで以上です。結論としてメキシコって本当に面白いよね。多分何回行っても毎回面白い発見とか学ぶこととかいろいろあると思う。これからもヤミルとかヤミルの家族、ヤミルの親戚からいろんなメキシコの文化を学んでいきたいと思うので、私も早くみんなにスペイン語でいろんなことを話せるようにしたいので、これからも応援よろしくお願いします。Si les gustó el video, denle like, déjenos un muy bonito comentario y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.